皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはアメリカによる中国に対する制裁の新たなニュースが出てきたので、これをご紹介しようと思います。今回取り上げるのは中国における太陽光パネル製造において新疆ウイグル自治区においては強制労働が行われているのではないか、そういった指摘から中国企業に対する制裁が発表されました。中国は新疆ウイグル自治区においてはどのような人権弾圧も存在していないと否定を続けており、アメリカ側の主張とは真っ向から衝突している状態です。ですから今回の制裁に関しても中国側からの反発などは必至でしょう。しかしアメリカにしてみれば、新疆ウイグル自治区で人権弾圧が行われているということはすでに議会も政権も認めていますから、中国の言うことなど聞く必要などはありません。ですから人権弾圧、それも強制労働などによって製品が作られていることなど、アメリカにとっては認められるわけもありません。そしてこうした制裁というのは、アメリカという大きな市場を中国が失うことを意味しており、私は十分に意味のある制裁だと思います。それでは制裁によってどのような影響などがあるか見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。中国の太陽パネル企業に制裁。アメリカウイグル強制労働で。アメリカ商務省は23日、中国新疆ウイグル自治区にある太陽光パネル関係企業など5社を輸出禁止措置の対象に指定したと発表した。強制労働に関与した制裁としてアメリカ企業との取引が規制される。自治区での生産量が世界の半分を占めるパネル部材の製造大手が含まれ、太陽光パネルの調達網に影響を与える可能性もある。米中の対立激化は必至だ。商務省が24日付でアメリカ企業からの輸出に許可が必要となる対象リストに5社を指定する。太陽光パネル部材となるポリシリコンの製造を手掛ける関係企業などが自治区に置く関連企業が入った。自治区の経済開発に携わる新疆生産建設兵団も指定した。同省は対象企業が自治区の少数民族ウイグル族らへの強制労働や恣意的な拘束といった人権侵害に関与したとしている。禁輸対象となった同自治区の企業はポリシリコン世界生産量の約5割を握るとされ、各国の太陽光パネル製造企業が調達の多くを中国企業に依存していることになる。太陽光パネルは脱炭素社会に向けて世界的に需要が急拡大すると見込まれ、アメリカの輸出規制が製品の世界的な供給網に影響を及ぼす可能性もある。アメリカメディアによると、アメリカ税関当局が制裁対象の製品のアメリカ入港を差し止める厳しい命令を出す見通し。新疆ウイグル自治区の強制労働問題をめぐっては、自治区が一大生産地となっている麺やトマトについてもアメリカ政権が輸入を禁じており、強制労働の存在を否定する中国が反発を強めている。今回のニュースというのは太陽光パネルの製造企業に対する制裁なわけですが、この太陽光パネルを作るにあたってなぜ新疆ウイグル自治区が注目されているかについてお話ししましょう。まずはそのために太陽光パネルができるまでのその過程というものを簡単にご紹介します。石英から金属球シリコン、ポリシリコン、インゴット、ウェハ、太陽電池セルを作り、それを組み合わせたものが太陽光パネルです。製造工程の後ろの方になればなるほど機械での生産が増え、強制労働が必要となる場面というものは減ってきます。一方でその最初の方、石英から金属球シリコン、そして金属球シリコンからポリシリコンといったこの最初の方の工程においては人が関わる部分が多く、ここで強制労働疑惑がかけられています。CNN の報道などではこの金属球シリコンを砕く際に新疆ウイグル自治区での強制労働が疑われており、この粉砕作業に多くの人々が駆り出されているといった話などが出ています。そしてなぜその製造工程において強制労働された人々が投入されているかといえば、粉塵などが発生し、これらを吸い込んだ人々の健康問題が関与しているのではないかと疑われています。そして金属球シリコンからポリシリコンへと進む段階においては、純化する作業においてかなりの電力を使用するようです。中国に対するこの分野での制裁をかけると世界的に供給網に影響が出るのではないかというふうに記事で書かれているわけですが、それはなぜでしょうか。そのことは中国のシェアを見ていきましょう。世界の結晶シリコン系セル発電素子生産シェアに関し
容量ベースで 70% 以上、原料のポリシリコンの生産量では世界シェア 80% 以上というのが中国の現状です。そして中国のポリシリコン生産量の実に 50% 近くが新疆ウイグル自治区だと言われています。この背景にあるのが、そもそも中国においては環境規制が先進国に比べてはるかに緩いということから、製造工程などにおける環境対応のコストというものがかなり低いことが考えられます。また、新疆ウイグル自治区では石炭発電によるかなり安い電力が融通されており、それがまた大量に電力が必要な製造工程においてかなり有利になっていると言われています。まず第一に、バイデン政権がこうした中国に対する制裁を発動したということは、その方向性、それ自体は非常に評価すべきことです。なぜならば今回の件というのは、トランプ政権から続いてきた制裁が拡大されたよといった話ではなく、バイデン政権になってから今までいろいろ言われてきたが、ようやく制裁を発動したぞという具合にして一歩踏み込んだからです。バイデン大統領はそれこそ大統領選挙の時から中国に対して強く出ることができるのかといった点については多くの批判と不安が集まっていました。ですから中国に対する制裁を実施するかといったところは今後も注目しなければなりません。なお、記事の解説の中で中国のシェアが非常に大きいということを皆さんにお伝えしました。この背景にあるのが何といっても中国による不当な産業政策があります。それというのも、もともとこの太陽光パネルの製造業というのは別に中国が本場ではありませんでした。それこそ日本でも非常に多くのパネルが作られていた時期というのもあります。しかし、後発の中国企業が低価格競争を仕掛け、それによって多くの日本企業が撤退することとなりました。この背景にあるのが中国政府による莫大な補助金の投入です。中国企業がこうした産業を取る時の一つの一生パターンがあります。それは政府が莫大なお金を投資し、それによって初期負担のはるかに少ない状態で中国企業が立ち上がり、それによって海外へと大量に安く製品を売りさばくということをまず最初に行います。もちろん最初の方は大した製品の品質ではありません。しかし世の中には安かろう悪かろうでも別に構わないという層は一定層存在します。ですからそのような人々たちにまず売り込む、それによって会社そのものを動かしていくのです。そしてある程度の売り上げというものが毎年出てくるようになれば、それをもとにして今度は研究開発にお金を回し、それによって安かろう悪かろうといったところから少しずつ製品品質を上げていくのです。もちろんその初期段階においてはリバースエンジニアリングなど様々な手法を使ってすでに先発しているメーカーの技術などを積極的に製品の中に組み込んでしまうのが中国企業の一つの特徴でした。そして低価格の製品帯からさらにより上の製品価格帯へと進出することによって世界市場そのものも自分たちのものとしようとしているわけです。しかしそのような必勝パターンの根底にあるのが政府による莫大な融資であったり、さらには人権弾圧をもとにして強制労働などの低賃金といったところが彼らにとっては武器になっていたり、また環境に対する配慮のなさ、規制の緩さから汚染物質をまき散らしてでも製品を安く作ってしまう、そういった企業風土などが中国で存在するとするならば、それらは是正すべきものです。今回の中国に対する制裁というのはそうした意味においては環境政策がしっかりとしている国で作るべきだといった話や、強制労働のない国においての生産などを本来あるべき労働環境で製品が作られるべきだといった正しさというものを当然のように優先すべき話です。にもかかわらずこうした制裁の時には必ずのようにそんなことをすれば製品価格に跳ね上がるようなことにつながってしまい、必ずしも消費者のために良くないといった話なども出てきてしまいます。しかし繰り返しますが、強制労働が関わっているとするならば、そのような問題はそもそも是正しなければなりません。また製造工程において汚染物質がどんどんと垂れ流されるようなことがあれば、それは当然のように長期的にも人間にとって害のある行為であり、これらなどはやめさせなければなりません。様々な問題をはらみつつ、それによってもたらされた低価格の太陽光パネルが良いというのは、これは間違った考えだと言えるでしょう。ですから日本政府もこうしたアメリカの動きというものを見習って中国に対する制裁を私はかけるべきだと考えています。なお日本側がもしもこの制裁に加われば、中国は日本に対して報復的な措置、例えば太陽光パネルの輸出などに厳しい規制などをかけてくるかもしれません。しかしそれならそれで別に良いのです。特に自然エネルギーの活用においては、例えば太陽光パネルというの
のは広い土地があって気候が安定している国であれば非常に適しています。例えば砂漠などにおいては太陽光パネルを見渡す限り敷き詰めれば非常に効率的な発電というものができます。中東の国やアメリカ、中国、アフリカ大陸などそういった意味では太陽光パネルが適している地域や国というものは様々あります。しかし日本はこれに当てはまりません。ですから自然エネルギーのことを考えたら日本が進めるべきというのは地熱発電であったりもしくは洋上風力発電のようなもので太陽光パネルを使って例えば山林を切り開いて山肌いっぱいに太陽光パネルを敷き詰めるといった行為は必ずしも日本にとっては合っているものではありません。日本には日本に合った自然エネルギーというものがありその中において太陽光パネルというのは本当はもっと小さくなっているべきものです。ですから中国に対する制裁というものを思い切ってかけたとしても私は問題ないと思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。